皆さんこんにちは。ルカチャンネルのルカです。前回ですね、ベイブレード X といえばアタックタイプの魅力があるということで、アタックベイのカスタム5選ご紹介させてもらったんだけれども、今回はですね、それらアタックベイに対抗するためのディフェンスベイのカスタム3選今からねお伝えしていこうかなと思っております。ということで今からご紹介するカスタムの特徴を簡単にご説明した上で、バトルの様子もインサート映像とね合わせてお届けできたらなと思っております。ぜひですね、最後までご覧になっていただいて、皆さんのね、カスタムの参考になればね、嬉しいなと思っております。それではですね、3つのベイブレードの特徴をまとめて皆さんに今からお伝えしていきます。それではまず1機目、こちらになります。シルバーウルフ 960E。はい。まず、ブレードのシルバーウルフの特徴からお話ししていくと、スタミナタイプのフリー回転特化をコンセプトに、ブレード下部に備えられたフリーリングが回転するギミックによって相手の攻撃を受け流せるように設計されたブレードです。形状は丸く、ブレード下部に向けて緩やかなカーブをした円錐台形状で、突起した部分がほぼないのでアタックの受け流し効果が最も高いブレードだと思っております。UX ラインではあるものの、ウィザードロットに比べて小さく密度がまとまった印象でバランスがいい感覚があります。で、重量も 36g 後半から 37g 台となっていて、現時点の環境ではその他重量級ブレードと比較しても、大差ない設計なのかなというふうに思っております。ラチェットは960、低重心かつ細かな9箇所の突起がなだらかになっていて、バースト耐性も非常にいいと。で、最後ビットの E、 エレベートビットですね。大型のガイドがついた設計で姿勢をキープしやすいということで、今環境でもめちゃめちゃ多いエレベートビット、これはアタックに対して角度を入れてね、ブレードの面で受けつつ、最後まで姿勢を整えてスタミナをキープしてくれるメリットがあると思います。で、ネガティブポイントはウィザードロットとの相性が、スタミナではね不利な展開が多いと。やはり遠心力による粘り強い環境最強のウィザードロットに勝つにはハードルあるのかなっていう感想です。とはいえアタックへの耐久性と姿勢保持によるスタミナ性能を両立した優秀なカスタム構成だと個人的には思っております。続いて2機目はこちら、ウィザードロット 360UN。 はい。こちらは定番というか、本当に万能でオールマイティな対応が可能なベイブレードなんだけれども、外重心によって安定した回転と持久性能に特化した設計になっております。それでは特徴をねお話ししていきます。まずブレードのウィザードロット、外重心で径が大きく丸い形状となっております。ブレードはですね、新品の状態ですとややね弾き飛ぶこともあるんだけれども、使い込むほどにブレードの側面が滑らかな形状になっていくことでアタックの受け流し性能が向上する印象です。重量 35g 台となっていて、スタミナタイプとしては十分な重量スペックがあると思います。ラチェットは360。ベイを低くセットするラチェットは、他にも960とか560、160、760とか、様々なラインナップがあるんだけれども、僕個人的には360をメインで組んでいて、低重心で姿勢保持するバランスが取りやすい印象があります。最後はビットの UN。はい。つい最近リリースされたばかりのディフェンスタイプのベイブレード、ゴーレムロックに収録されている最新パーツを採用しました。こちらはですね、N ビットよりも 2mm 低い設計で、ベイの重心を下げ、低位置からのカウンターをサポートするということで、低重心でどっしりと安定した回転を実現できます。アタックに弾かれても、シャープな軸先によってスタジアム中心にすぐ戻ってこれて、体勢を維持しながら最後まで粘る動きが特徴かなと思います。ネガティブポイントは機動力が少ないので、エクストリームダッシュからのまともなアタックを受けやすいといったところ。それからスタミナ対面ではウィザードロットのボールには最後寝かされて倒されてしまうので厳しいんじゃないかなっていうのが僕の率直な感想です。とはいえバトルの状況や展開次第っていう部分もあるし、
コバルトドラグーンエレベートにスピンが取れるっていう場面もあったので、非常に安定して誰でも扱いやすいカスタムなのかなと思っております。そして最後3機目がこちらになります。エアロペガサス 760HN。 はい、今回もレアベイのエアロペガサスが登場です。前回僕の動画ではアタックカスタムでご紹介していたんだけれども、今回はディフェンスカスタムとしてご紹介できたらなと思います。ブレードはエアロペガサス。ブレード形状はですね、緩やかな面から出っ張った面で構成された、3枚刃形状によって弾き性能といなし性能両面を兼ね備えた特徴があります。重量は 38g 台と高重量となっていて、ビジュアルはですね、ご覧の通りダブルメタルコートブルーグリーンの2カラーが採用され、美しく高級感漂う雰囲気が表現されています。ラチェットは760にすることで重く低重心で姿勢を保持してくれて安定しやすい印象があります。ビットは HN ビット。N ビットより 1mm 高く設計され、傾きによるカウンター力を高めたということで、傾斜が緩やかな軸先によって姿勢が傾いてカウンターすることもスタミナを残しながら回転し続ける特徴があります。こちらのネガティブポイントは、このカスタムではね、エレベートビットほど姿勢保持の性能はないし、ボールビットに対してはスタミナでは劣っているかなっていうふうに思っていて、ウィザードロットのボールとか、コバルトドラグーンのエレベートには不利な対面が多いのかなと思いつつも、全体のパーツ構成としては重量感もあって、ディフェンス力が高い上に相手を弾き飛ばして高得点をつかめる展開もゼロではないということで、ディフェンスとして面白いカスタムだなと個人的には思っております。はい、今回はディフェンスベイのカスタム3選ご紹介させてもらったんですけども、今回の動画皆さんいかがだったでしょうか。ベイブレード X といえばやっぱりアタックタイプなんですけれども、それだけでなくやっぱりディフェンスでね、相手の攻撃を読んで全て受け切って勝つのも緊張感があってね、楽しいバトルになるんじゃないかなと思っております。今回ご紹介したカスタムっていうのは、ワンベイではね、採用する方少ないと思っていて、やっぱりウィザードロットとかコバルトドラグーンエレベートには相性的にもね、不利な対面が多いので、ぜひ皆さん 3on3 デッキでね、アタックタイプを使うことが多い相手に、参考にしていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。特にですね、皆さんこちらのシルバーウルフエレベートなんかは、ウィザードロットにはね当てたくないんだけれども、それ以外であれば、例えば、アタック対面はもちろんね、コバルトドラグーンエレベートに対してある程度ね有利が取れるカスタムなんじゃないかなというふうに思っております。ぜひ皆さんもですね、おすすめのディフェンスカスタムコメント欄で教えていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、ということで本日この辺で動画終わりにしていきたいなと思っております。このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や商品レビュー、それからイベントに行った際の映像、それからシネマティックなベイブレード X の映像表現もやっておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャ。